皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、日本海に北朝鮮の武装船が出没しているというニュースを取り上げていこうと思います。日本周辺においては様々な安全保障上の問題があります。その中で最も脅威なのが中国であることはこれまで何度となく皆さんにお伝えしてきていますが、一方において北朝鮮も決して侮ってはいけない相手です。ここ最近においては弾道ミサイルに代表されるような兵器の開発実験などもたびたび行っています。ですから中国だけ目を向けていて北朝鮮を決して見逃してはいけないのです。そして今回取り上げる話というのはそうした飛び道具ではなく、日本の経済的排他水域に北朝鮮の武装船がいるということが明らかになりました。北朝鮮のこのような動きに対して今の日本政府がどのようなことを考え動いているのか、そしてそのことに対して日本国内ではどう報じているかについて後半では解説を行っていきます。それではまずは日本海で一体何が起きているのかニュースを見ていきましょう。北朝鮮当局船携帯型対空ミサイル装備し能登半島沖大和堆航行。石川県の能登半島沖の大和堆と呼ばれる日本有数の漁場で北朝鮮当局の船が携帯型の対空ミサイルを装備していたことが関係者への取材で分かりました。海上保安庁は現場海域で操業する日本の漁船の安全確保に向け警戒レベルを上げて対応しています。今回北朝鮮の武装船が出没している地域というのはこの大和堆です。能登半島沖の日本の排他的経済水域に広がる大和堆は日本有数の漁場として国内の漁船が長年イカ漁などを続けてきましたが、ここ数年は北朝鮮や中国などの外国漁船による違法操業が問題となっています。関係者によりますと、今年は6月以降のイカ漁の時期になっても北朝鮮の漁船は大和堆周辺に現れていない一方、北朝鮮当局の船が航行しているのがたびたび確認されているということです。今年6月末には北朝鮮当局の船1隻が携帯型の対空ミサイルを装備しているのを海上保安庁が確認していたことが分かりました。関係者によりますと、このミサイルは旧ソビエトが開発した SA-16 と同じタイプで、射程は 4.5 キロに及ぶとみられます。この記事の最初のポイントは、この出来事それ自体は6月にすでに起こっていることであり、菅政権の時には発表されていないという点です。また2つ目のポイントとしては、北朝鮮の船、これは漁船ではなく北朝鮮のおそらく政府の管轄にある軍の船が携帯型の対空ミサイルを装備していたということです。なおこの SA-16 というのは船を狙うものではなく飛行機やヘリコプターを狙うものです。ただし船を狙った場合、海上保安庁の大型船を撃沈するほどの威力はありません。もちろん実際に当たってしまえば死傷者が出る可能性もあることから距離を取ることを必要とされています。外国漁船の違法操業を深刻化、安全を脅かされる。大和堆周辺では5年前から北朝鮮など外国漁船の違法操業が深刻化し、それに伴って北朝鮮当局とみられる船も相次いで確認されていて、日本の漁船や取締船などの安全が脅かされています。現場海域では水産庁の取締船や海上保安庁の巡視船が警戒に当たり、放水などを行って日本の排他的経済水域から外国漁船を退去させる対応をとっています。おととし8月には北朝鮮の国旗が記された貨物船のような船と北朝鮮の海軍のような旗が掲げられている高速艇の合わせて2隻が確認され、このうち高速艇は海上保安庁の巡視船に向かって30メートルほどの距離まで接近し、乗組員1人が小銃を向けて威嚇してきました。また関係者によりますと、この他にも複数回水産庁の取締船が小銃を向けられたケースが確認されているということです。日本漁船の操業に影響。北朝鮮当局の船の動きは大和堆周辺での日本漁船の操業に影響をもたらしています。去年9月、水産庁は大和堆周辺で北朝鮮当局の船を確認したことなどを理由に、日本の漁船に対して一定の海域からの移動を要請し、要請が段階的に解除されたのはおよそ1ヶ月後でした。大和堆に北朝鮮の武装船がいるよということが公表されたその日に、朝日新聞はこのような記事を出しています。岸防衛省、インフルエンサー接触計画認める。省内外から批判の声。防衛予算の大幅増額を目指し、防衛省が YouTuber らに厳しい安全保障環境を説明する計画をめぐり、岸防衛省は5日の閣議後会見で、インフルエンサーと言われる方々にまず理解をしていただけるような説明を行うことは重要だと述べ、計画の存在を事実上認めた。同省関係者によると、
計画は9月に省内に示された。文書には、防衛予算の大幅な増額を実現することを目的とし、国民に影響を有する防衛安全保障が専門ではない学者、有識者、メディア関係者の推薦を省内に求めた。具体例として、テレビのニュースや情報番組に出演する有識者や芸能人、YouTuber らを挙げていた。計画を進めるかどうか聞かれ、岸氏は、我が国の防衛力の整備について、国民の皆さんに広く理解を求めていくことは必要と回答。その上で、国民の中には専門的な知識をお持ちの方も、専門知識のない一般的な方も当然いると語った。インフルエンサーを通じた広報の有効性を強調した形だ。計画をめぐっては、省内からは、あえて専門外の人に接触しようとしている。世論を煽ることにならないか、との指摘が出ているほか、インターネット上でも、プロパガンダではないか、といった批判の声がある、と、朝日新聞は報じています。まず一つ目の記事、日本海に北朝鮮の武装船が出没しているよということについての解説から行っていきましょう。まず第一のポイントとしては、実際に起きた出来事としては、これは数ヶ月前の出来事で、昨日今日起きた出来事について報じられているわけではありません。この間に一体何が起こったかといえば、それは菅総理から岸田総理へと交代する出来事がありました。そして、岸田総理に変わることによってこの出来事が報じられたというのは、私は注目すべきことだと思います。私は安全保障の問題においては、菅政権は少なくとも安倍政権の継承政権であり、どちらかというと安全保障問題に関しては高い関心を払っていると考えていました。しかし一方において岸田政権においては、そういった問題に対しての関心度が低いかもしれないな、もしくは実行力がないのではないかという疑いをかけている状態ですから、今回のように北朝鮮の武装船が出没しているよということを明らかにしたのは、安全保障に対して真面目に取り組むんだよということを実行している点において、私は評価できることだと思います。ただし、今回の件について言えば、さあ武装船が出没していますよということに対して、じゃあ取り締まりを行ったのかといえば、そういったわけではない。そこは私は非常に不満なポイントです。というのも、海上保安庁の巡視船においては、機関銃などが装備されている状態ですから、たとえ武装した船が現れたとしても、これに対抗するための最低限の装備はすでに準備されている状態です。それは過去北朝鮮の武装船を追いかけたこともありますし、またそれを撃沈したのも自衛隊ではなく海上保安庁の巡視船だからです。その当時よりも現在の方が装備は更新されていますから、より充実した状態です。ですから、もしも携帯型対空ミサイルを用意している船であろうとも、巡視船が取り締まりもしくは撃沈を想定した対処といったものも私は十分にできると思います。ただし、実際に行うかどうかという話になった時には、おそらく政治的な判断でゴーサインが出なければ、実際には機関銃を使うような取り締まりへと発展することはないと思います。ですからこのあたりはどれだけ岸田総理が本腰を入れて日本の海を守ろうとするか、その覚悟にかかっていると思います。現場の人たちに対する装備やもしくは訓練などが行き届いていたとしても、それに対して動くように言うかどうかというのは結局のところ上の判断が効いてくるのです。ちなみに先ほど装備についてはだんだんと準備が整ってきているから、機関銃を使った形での制圧なども十分検討できるよという話をしましたが、海上保安庁の予算というのは決して潤沢にあるわけではありません。また最も警戒している場所としては、この日本海よりもむしろ尖閣諸島周辺のような対中国ということを念頭に置いた南の方へとシフトしていますから、この日本海における守りというものは決して重厚に用意されているわけではありません。海上保安庁の武装した大型船といったものについても増やしていく、そして人員を確保していくためにも予算をしっかりと確保することも岸田政権の一つの重要な課題だと言えるでしょう。それでは紹介した2つ目の記事に行きます。今回ご紹介したように、南の海だけではなく日本海においても危険な状況というのが身近にありますよということをより多くの人たちに広報する必要はあります。日本国内にはそうした危険な状況があるということを全く知らない人たちというのも当然います。そもそもテレビニュースも見ないし、新聞も見ないし、ネットニュースは基本的に芸能ニュースだけですよという人たちもたくさんいますから、それらの人たちに日本の周辺で危険な状況がありますよということを伝えるのは非常に難しいものです。しかしそのような人たちに理解してもらわなければ、予算をしっかりと確保す
することに対する理解というものも得られません。ですから、岸防衛大臣が少しでも多くの人たちに知ってもらうための活動をしなければと取り組んでいるのを私は評価します。しかし、今回ご紹介した朝日新聞の記事の内容というのは、どちらかというとそのような危険が迫っていますよという話をするのはやめるべきだ、批判の対象とすべきだといったような報道を行っています。そんな周りの国々が危険なことをしようとしていることをみんなに伝えるなんて、そんな政治的なプロパガンダは許されないかのような話をしているわけです。しかし、周辺国の危険な行動をしているということは明らかな事実として存在しているわけですから、これを広報することを何か悪いことをしているかのように論じる方が私はおかしな報道だと思います。岸防衛大臣はこのような批判記事をものともせず、しっかりと日本の危機について多くの人たちに知ってもらう活動に力を注いでほしいものです。なお、今回の記事ではいわゆるテレビに出てくるような芸能人であったり知識人であったり評論家であったり、そのような人々に対する啓蒙活動といったものを念頭にしているようですが、ぜひとも普段はこうした政治的な発言をしていない YouTuber、いわゆる若者たちへと直接声を届けるような人たちにもぜひとも危険な状況であることを知らせてほしいものです。なお、当然のことですが、私のところにこのような接触な話は全くありません。というのも、基本的に私は日本の周辺に危険なことがいろいろありますよということは動画にしていますが、その中におけるこうした方がいいという解決案についての話は、私は今の日本政府よりもはるかに強硬な策というものを皆さんにご提示しています。これは本当に残念なことではありますが、本来であれば私の意見などをはるかに超えた実際にやるべきことというのはたくさんあります。しかも私が提案している策というのは別にものすごい強硬な策として言っているわけではなく、これをやった方がいいのになという至極真っ当なものだと私は思っています。具体的な例として挙げられるのは、まず尖閣諸島に対しては施設と人を配置し、しっかりと物理的にこの島は我々日本人のものですよということを明確にすることです。そして日本国内においては対スパイ法と本格的な諜報機関をセットで作ることにより、傍聴、そして海外における諜報活動をしっかりと行う。それによって日本国内において防備を固めることができれば、次の段階としてアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの諜報同盟ファイブアイズに加盟する道を開き、そのような諜報同盟に加わることができれば、そのさらに次のステップ、日英同盟の締結といったような形でより日本を強固な同盟体制へと強化するような道も私は開けると思っています。私の話というのはそういった意味においては今の日本政府の話よりもはるかに随分と過激な話のように聞こえるかもしれませんが、基本的には私は別に中国と戦争しろと言っているわけでもなければ中国を攻撃しろと言っているわけでもありません。いかに守りを固めるか、そして守りを固めるための同盟体制を作るためには最低限やるべきことがあり、その最低限やるべきことというのが残念ながら今の日本政府の主張よりもはるかに前へと進んでしまっている状況です。ですから私に防衛省が接触して日本周辺の危機に関してぜひとも知ってくださいって言われるまでもありませんし、また広報してくれと言われるまでもなく私は広報している状態です。ですから私のような人間ではなく、本当に普段日本はもうとっても平和だよ、もう皆さん楽しみましょうというウェイと言っているような人たちに対して今の平和がどこまで続くかというのはわからないんですよ。危険な状況というものはいつ発生してもおかしくないんですよということを多くの人に知らせるような活動を今の政府も進めるべきでしょう。というわけで今回の動画においては、菅政権の時には発表されなかった大和堆における北朝鮮の武装船の出没について、岸田政権に変わったらニュースになりましたよ、これは大きな変化だということを私はポイントとして挙げました。そして海上保安庁はこうした武装船に対する装備や訓練といったものをすでに行っています。ですからしっかりとこれを取り締まる、銃撃戦に発展することも踏まえて覚悟を決めるかどうかというのが今後岸田総理に求められる覚悟だと私は思っています。そして日本周辺におけるこうした危険な状況がいろいろ起こっていますよということを岸防衛大臣は広報を行おうとしています。朝日新聞はこれを批判しているわけですが、そのような批判に負けず岸大臣が本腰を入れて広報活動してくれればいいなと思っています。皆さんは今回の話題についてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。